ナンバー26、信号の検閲と再定義 CRSF パケットインターセプトの全貌。いろは電子工作所第26回の報告です。前回提唱した見えない天井という概念、今回はプロポから送られる信号が機体の脳へと至る道筋をいかにして支配し書き換えるのか、その技術的深淵を解説します。まず物理的な実装を見てください。強小なフレーム内に構築された4層のサンドイッチ構造。1段目にフライトコントローラー、2段目には DC-DC コンバーターと気圧計 BMP280、3段目に司令塔シャオ ESP32S3、そして最上段4段目に天井を仰ぐ VL53L1X、 垂直方向に機能を凝縮し重心と配線の効率を極限まで突き詰めました。実装を終え、まずはセンサーの単体テストを行います。 VS コードとターミナルを介し VL53L1X が捉える空間を可視化します。測定距離 3500mm、 赤外線のパルスが屋内の限界を正確に捉えていることを確認しました。次にこのセンサーデータをいかにして機体制御に結びつけるか。ここで登場するのが CRSF プロトコルの解析です。 ELRS 受信機から出力される信号は一見すると無意味なバイナリデータの羅列に過ぎません。しかしこの0と1の連続からスロットルを司るパケットを特定し解析を進めます。バイナリを10進数へと変換し、ロール、ピッチ、スロットル、陽、全4チャンネルの動態をターミナルで監視します。私のプロポ操作に対し数値が遅滞なくスムーズに追照しているのがわかります。シャオという検閲管を通してもなお通信の純度は保たれています。INAV、iNav、コンフィギュレーターのレシーバータブでその成果を最終確認します。シャオを間に介在させながらもスティック操作は完璧に反映されています。ここで論理的な介入を試みます。高度センサーが反応した際、スロットル値を強制的に1505までに制限するコードを流し込みます。結果をご覧ください。実機の挙動、プロポ操作、そして INAV、iNav の画面、すべてを同期させます。私がスティックを押し上げても VL53L1X が天井を検知した瞬間、スロットル値は1424へと強制的に引き下げられます。操縦者の欲望を機体の知能が静かに静止する。通信路を制する者は機体の運命を制する。見えない天井は今強固な防壁として完成しました。それではまた次回。